は韓国で大人気のエッグドロップの卵サンドを作りました。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルはいろんな卵料理、そして卵の情報をたくさん皆さんにお届けしていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、韓国で人気な卵サンドを作っていきたいと思います。韓国のファーストフードみたいなエッグドロップっていうお店があって、そこで出している容器もね、箱に入っててすごい見栄えのいい映える卵サンドなんですが、今日はね、そちらを作っていきたいと思います。エッグドロップでもいろんな種類があるんですけど、今日はベーシックな卵だけのものと、あとね、ベーコンダブルチーズサンドっていうのがあるので、これが一番人気らしくって、この2つをね、作っていきたいと思います。はい、ということで早速材料から紹介していきたいと思います。材料はこちらです。まず食パン、そして卵、ベーコン、チーズ、こちらはチェダーチーズ使います。ソースはね、2種類作ります。こちらがマヨネーズチリソース、マヨネーズ練乳です。そして塩、砂糖、乾燥パセリです。ちょっとこれが抜けてました。牛乳とバターも使っていきます。今日はね、こちらこのぐらいの食パンを使うんですが、エッグドロップっていうやつもパンがね、ちょっとちっちゃかったんですよ。これだとね、ちょっとちっちゃすぎるので、今回こう縦にね、切って使おうと思います。で、皆さんはこのね、サイズの食パン探すの大変だと思うので、普通のサイズでやっていただいて大丈夫かなと思います。で、そのエッグドロップっていうのがちっちゃい箱に入ってるんですよ。それがすごい可愛いんですが、箱ね、なかなかないので、こちらで100円ショップに売ってるこのぐらいのクラフト紙でできた箱、今日はね、この中に入れて使おうかなと思います。こんな感じで箱を作りました。で、この箱のね、作り方も紹介していきたいと思います。ではまず紙袋で作った箱、こちらをね、最初に作っていきたいと思います。これをだいたいここの線に合わせて切ります。よいしょ。はい、こんな感じで切って、そしたらこれもね、100円ショップに売ってたんですけど、マスキングテープですね、これを縁に貼っていきます。この辺はもうお好みでやっていただけたらなと思います。で、これを一周ピーッと貼って、で、こんな感じで箱の出来上がりです。紙袋なので、一応クッキングシートをね、これ中に入れ込んでおきます。はい、では続いてソースをね、作っていきたいと思います。まず食パンの中に塗るソースですね。マヨネーズと、あとこちらチリソースですねを加えて、でこれ混ぜます。はい、これで食パンの中に塗る方のソースが完成です。はい、でこちらが上にかけるソースですね。こちらマヨネーズと、あとこちら練乳です。なんか韓国のレシピってしょっぱい系に甘い調味料を入れるものが多いですよね。ではこれを混ぜます。これどんな味がするんだろう。ちょっと味見。あ、めっちゃ美味しい。なんかちょっとね、フレンチドレッシングに近いような味がします。こちらが卵の上にかけるソースです。次パンをね、切っていきたいと思います。はい、これを半分に切ります。はい、パコッと。ちょっとね、この部分もね、切ります。で、こっち側も切りたいと思います。ちょっとね、再現率を上げるために、こちらを後でパンでね、焼いて食べたいと思います。はい、こんな感じで切ります。こんな感じにできたら、ここ切れ込みをね、半分真ん中に入れます。皆さんがやるときは食パン2枚でね、やっていただけたらと思います。はい、切れ込みをね、入れておきます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたら卵を作っていきます。卵は食パン1個につき2つ使うので、2つ割り入れます。はい、牛乳は大さじ2ずつ入れるので、大さじ2入れます。で、塩2つまみぐらいと、お砂糖も同じく2つまみですね。はい、牛乳ない時はお水でも大丈夫です。で、これで混ぜていきます。で、この時卵はね、しっかり混ぜるようにしてください。白身を切るように混ぜていきます。はい、こんな感じでサラッとした卵になれば OK です。そしたらもう1個作っていきます。はい、こんな感じで OK です。はい、そうしましたらパンを焼いていきます。バターを塗ります。で、全体的にバターを塗ってね、香ばしく焼き上げたいと思います。そしたらこれごと焼きます。で、これで焼いていきます。そしたら一旦
取って、はい。で軽くパンのくずを取りまして、この時もやけどに皆さん注意してください。バターをね入れて、反対側もね、いい焼き色ですね。はい、反対側も焼いていきます。こうやってね押さえてあげるとよくね焼き色が綺麗につきます。でちょっと裏返してみて、いい感じ。美味しそう。いい感じに焼けました。はい、続きましてベーコンですね。もうベーコンは油が出るので、もうそのままはい、このままカリッと焼いていきます。はい、いい感じに焼き色がついたら OK です。はい、こんな感じでベーコンの完成です。次、最後卵ですね。バターで焼いていきます。でこの時使うのはねゴムベラを使っていきます。で今回のとろとろ卵はね非常に作り方が簡単でございます。はい、でバターが溶けたら弱火にします。で入れます。ジューってなんなくてもね大丈夫です。この時はこう周りから固まってくるので、それをそぎ落とすようにこうやって取ってちょっと混ぜます。で半熟卵を作っていきます。で固まったところと固まってないところをこうやって混ぜることで半熟卵がねいい感じに仕上がります。こんな感じでそぎ落とすようにこうやって回していきます。もうこうやってね回していくだけで卵はねどんどんこうやって半熟になってきます。はい、もうこれで終わり。あとはね余熱で固めます。なのでもうこちらをねお皿に出したいと思います。もうあっという間にね結構卵は固まっちゃうので、弱火でもね結構すぐ固まるのでね、こんな感じの半熟に仕上がります。はい、そしたらもう一つも作っていきます。でバターが溶けてきたなっていうぐらいになったらもう弱火にします。これ混ぜて入れます。で本当に固まってきたらもうこうフライパンをこうやってゴムベラでこう回すように卵をね固まったところを剥がして、でこの固まってないところの卵とこう混ぜることでいい具合の半熟にできます。でちょっと固まってきたらほらそぎ落とす感じでこうやってフライパンをねくるくるっと。でこれ強火でやっちゃうともう一気にわーって固まっちゃうので、弱火でねこうやってやるのがおすすめです。はい、もうこれで OK ですね。トロトロ、このぐらいもう半熟の状態で大丈夫です。これでお皿に移して、はい、これでトロトロのスクランブルエッグはこれで完成です。あとはね全部パンに挟んでいきたいと思います。はい、それでは盛り付けしていきたいと思います。でこの食パンのこの間にこの作ったチリソースとマヨネーズのソースをねつけていきたいと思います。この間に塗っていきます。もうこれだけで美味しそう。はい、次にチーズですね。片方はチーズをね2枚挟んでいきます。はい、チェダーチーズを入れます。シュッとこちらにも入れます。はい、そうしましたらこっち側に次ベーコンをねたっぷりと加えていきたいと思います。はい、こんな感じですごいボリューミーですね。はい、こんな感じで挟みます。でこちらはもう準備完了です。じゃあこっちのね卵の方からのせていこうかな。こっちはもうシンプルに卵だけですね。とろっとろの半熟卵をね入れていきたいと思います。では挟んでいきます。もうこれでもかと言わんばかりに挟んでいきます。こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそう。はい、じゃあこっちにもね詰めていきます。はい、もうすごいボリュームです。はい、そうしましたらこちらが先ほど作ったソースですね。こういう容器に入れました。ピューっとやります。はい、こっちもソースをかけます。こんな感じでかけたら最後にパセリをね散らします。はい、これで完成です。こんな感じでねかなりボリューミーに仕上がっております。めちゃくちゃ美味しそう。なんか想像以上にねボリューミーになった気がします。はい、ということで
で仕上がりました。もうすっごいボリューミーになりました。すごいボリュームですよ。これ食べれるかな。いただきます。食べれるかな。めちゃくちゃ美味しい。このソースとこのトロトロ卵とベーコンとチーズともう全部最高。ソースがねなんか甘じょっぱいからそれがまた合うんですよ。これじゃあ普通のプレーンの卵の方ですね。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。これ日本のハンバーガーとか卵サンドにはないこのやみつき具合。はい、ということで今日のポイントはですね、卵をとろっと仕上げるとこがねまず一番のポイントかなと思います。弱火でゆっくり卵に火を入れてあげて混ぜすぎないこと。フライパンの縁からこう卵が固まってくるので、ゴムベラでこうフライパンの縁をこう回していくイメージで作っていただけたらいいかなと思います。で今回作ったソースもねすごく美味しいので、サラダだったりとかいろんなものに代用できるかなと思います。で今回私はこういうねミニサイズのパンを買ってきて、で自分でカットして作ったんですけど、食パンでもね2枚食パンを使っていただいてサンドしてね召し上がっていただけたらと思います。そちらの方がね手軽に作れるかなと思います。めちゃくちゃ美味しかったのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は韓国で大人気のエッグドロップの卵サンドを作りました。私のチャンネルで他にもたくさんいろんな卵料理を配信しています。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして SNS も Twitter、Facebook、インスタ、TikTok こちらにもいろいろアップしてるので、ぜひそちらもシェア、いいね、フォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。